皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回のテーマはですね、レシーブが苦手な人がもう絶対に上手くなるおすすめの練習方法っていうのをやっていきたいと思います。で、レシーブが苦手な人の特徴なんですけども、本当にうまくいかないっていう人の特徴は、まず回転がわからないっていうところがもうすごい大きいと思うんですよね。回転がわからない。はい。回転がわからないから思ったより切れてるとかナックルだったとか切れてると思ったらナックルだったとか、そういうふうに回転がよく分かっていないから、うまく何ですかね、面を作ることが即座に面を作ることができないっていうところですね。で、今ラケットの角度って言ったんですけど、よくあるのが切れたって分かってももうそのままの角度で振っちゃう人、そういう方も実はよく見ていると非常に多いです。上手な選手っていうのはこう言っても思ったより切れてそう、パッて変えたりするんですよ。こう入って逆横どっちかなと思ってたけど逆横下だとか逆横上だとか、もう本当に当たる寸前にラケットの前をパッて切り替えることができる選手、そういう選手、もうトップの選手はもうそういう能力が本当に長けています。なのでレシーブ苦手な人の特徴の1つ目としては回転がわからない、2つ目としてはラケット角度が即座に出ない、この辺が大きい理由ですね。で3つ目としては回転がかけれない、はい、自分から強い回転をかけれないからボールを上書きで切ったりとか、強い回転のチキータしたりできないというような形になります。で、今回は主に上書きとかもちょっと練習の中に入れていこうかなと思うんですけど、レシーブが上手じゃない方、主な技術がうまくできない方は主な特徴としてはその辺です。もちろん素早くコースに入れないとか移動の部分も絶対あるんですけど、ちょっとそこややこしくなるんで置いといて、技術で見るとそこの3つになりますので、必ずそこの3つを何とかすればある程度技術としてはうまくいくんだよっていうことを頭に入れておいてもらえたらなと思います。で、こういうのを解決していくためのまず1つ目の練習方法なんですけど、相手にいろんな短いショートサーブですね、ショートサーブでいろんな回転のサーブを出してもらってください。真横だったり横下だったり横上だったり逆横、逆横の下上でブチッと切れた真下ナックル、もういろんなサーブありますよね。で、いろんな人によっても若干回転違うんですけど、そういういろんなサーブに対して、ラケットをピュンって振らずに入れる練習、これをたくさんやってください。はい、もうこれはですね、もう徹底してやってください。で、振らずに入るということは、回転に対して例えば振らずに触ってピョーンって浮いたりとかポトンと落ちたりするような角度は、サーブの回転に対してラケット角度が合っていないっていうことですよね。なのでいろんなサーブに対してのまず正しい、こうやったら入るよっていう、こうやったら勢いなくある程度低く入るよっていう角度を見つけることが大事なんですね。でその角度を出せていれば回転がだんだん分かってきたというところですね。回転が分かって瞬時にその角度が出るようになってきたっていうところです。なのでこれを徹底的にやってください。正直これだけで試合中のレシーブミスっていうのはもう激減します。もちろんすぐに覚えれるものではないですけども、毎日コツコツやってみてください。で、具体的なこういうサーブに対してこういう角度を出しましょうみたいなのは、他の動画でも例えば逆横系の返し方とか、ブチ切れの下回転をストップする方法とかいろいろやってますので、詳しいところに関しては他の動画でちょっと参考にしていただけたらなと思うんですが、とにかくいろんな回転に対してもう本当に触る、合わせるだけで返せる、うまく返せる角度っていうのをとにかく練習してください。こうすることで、回転を覚えるっていうのと瞬時に角度が出せるようになってきますので、繰り返しやってみてください。振らずに返す。ごめんなさい。回転を見る練習です。全部の球を振らずに返る角度を覚える。うまっ。
そう。あ、上だった。マジか。うわ合ってると思ったらこの練習楽しいぞ。おい、うまっ。うい、ビタビタ。うい。振ってないからね、やっぱ飛んでいかないよね。ちょっと上系はちょっと思い切って角度作ろう。よーし。あ、変なとこ当たった。ちょっとこうやこうや。うまっ。回転が見れるようにだんだんなる。こういうのをこういろんな人とたくさんやってると、そりゃそうだよね。その何もしないっていうことが大事。そうそう、動かすとね、なんで入ったかよくわからなくなる。入った時にそう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 。何もしないで入れるっていうのが実は一番見えてないと難しい。そう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 。あ、待った。だってもう例えば下切れててちょっと角度起きてたら落ちるわけだし、例えば角度を間違えるとこういうミスになる。今動かしてない。なんかこうならない角度を覚える。動かさずに入る角度。このぐらいかな。多分当たってるはず。このぐらいかなみたいな。実は動かさないことが難しい。動かさずに入るっていうことはもう回転見えてて角度が即座に出せてる。分かったとしても角度が出ない人もいるから、やっぱ手首が硬かったり、指が外せなかったりして、そういうのの練習にもなる。こうとかね。例えばこっちの横をフォアで取るならこうだし、こうね。で次2つ目の練習なんですけど、1つ目ができたらですね、ある程度回転が分かるようになってきたら、それに対して全部の回転に対して切ったつっつきで返すっていう練習をやってみてください。もう上が入っていようが、下であろうがナックルであろうが全部切って返す、全部切って返す、そういう練習をしっかりとやり込んでみてください。もちろん回転が分からない状態で上書きするっていうのも技術の一つ大事なんですが、まあ当然分かった状態で上書きした方がより簡単ですよね。はい、やっぱり切るにしても、例えば上を切る時にそこから取ると相当なスイングスピードが必要です。でもちょっと立てた状態で切れば浮きづらく下回転にして変換することも可能です。なので回転が分かった状態での上書きっていうのも、1個これは質の高いレシーブとして非常に重要なので、回転1個目の練習ある程度できたら2個目の練習として、全部の回転に対してまた上書きをするっていうのを練習してください。はい、もちろんこれは上書きで最初無難につっつき切るっていうところでやってほしいんですけど、できるようになったら例えばチキータとして応用してみたりとか、フリックとして応用してみたり、いろんな技術で応用してもらったらいいのかなと思います。はい、ちょっと苦手なんですよ。やっぱり上書きも分かんなかったもできた方がいいっていうのはもう絶対だけど、分かってたらもっと簡単だよねっていう。分かった上でやる方が分かった上でやる方が簡単だから、かける練習として上書き。めっちゃ切れた。良いね。これが別にチキータでもフリックでも何でもいいと思う。でも自分的にはつつきの使用頻度高いから、つつき万能説あるから結構、だからつつきから練習した方がいいんじゃないかなっていうので、一番簡単というか実用的やっぱり遅い技術だからね。次自分が打てるとか、そうこうなる。回転をしっかり見ながら。惜しい。いやめっちゃ切れてる。ちょっとセンスないフルドです。練習させてもらって撮影で。うわ
ってるさっきからはい、でこの2つのレシーブ練習ですね、これが完全にできれば実はもう試合のミス激減してますし、結構、ボールのコントロール、これは切って返すとかそういうのも上手になってくると思いますので、この2つの練習やり込むことで、これ全部できたらですね、正直かなりレシーブが上手になっていると思いますので、ぜひ苦手な方には試していただきたい練習メニューです。参考にしてみてください。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。